さあ始まりました双子のエッセンスクレー射撃。本日我々武蔵小山駅に来ております。このチャンネルでは、射撃競技の中でも、エアーライフルっていう空気銃の種目の競技を挙げてるんですが、今日はクレー射撃という種目に挑戦したいと思います。それってヒロミさんがやってるやつだっけ、芸能人。ああ、そうヒロミさんとか加藤浩次さんとかね、なんだっけ、炎の大会なんとか TV ねでやってるやつですね。オレンジの的が飛んでくるやつ、ね、そうピューって飛んでくるやつね。確かに射撃ってテレビとかでもやってるから、割とそのなんだろう、射撃って言われたらクレー射撃とかを想像する人がね多いんじゃないかなって。確かに。じゃない方ですか。俺、そうですね。君がやってるのはじゃない方じゃないですかね。回帰ですか。回帰です確かに俺もなんかよく射撃やってますって言ったらさ、的が飛んでくるやつですよねみたいな聞かれるんだけどさ、飛んでくるやつですよね。そうですそうですって言っていつもごまかしてんだけど。っていうか、あれクレー射撃ってさ、免許とかいるんじゃないの？なんかこんなところに駅近に来て撃てるの？そんな。いや普通撃てないっすよ。ですよね。もちろん銃規制があるんで、その所持許可っていうのがないとクレー射撃って撃てないんですけど、僕もそのエアーライフルの所持許可は持ってるんですけど、その散弾銃の方は持ってないので、クレー射撃って実は僕もできないんですよ。なんですけど実はクレー射撃の疑似体験ができる。なるほど。なんかゴルフとかありますよね。疑似体験バーチャルでできるみたいな。それのクレー射撃版がある。なるほど。この武蔵小山駅にあるっていうので、今日は実際に行って体験してみたいなっていうふうに思います。でハマったらちょっと実際にやってみようかなと。なるほど。はい、エアーライフル引退してですねクレー射撃選手に我々2人で転向していきたいなと思いますので、それではじゃあ実際に行ってみましょう。はい。さあやってきましたけど、ここ？いやマンション普通にマンションだけど大丈夫かな。普通に家なんですけど、クレー射撃始めようってことで、ここなんじゃないですか。クレー射撃始めよう。こんな普通のマンションにあるのかちょっと心配ですけど、じゃあ上がってみましょうか。すごいね、この住宅街の一角にクレー射撃できるところがあるなんて。あると思いますか？いやさすがにね、そんなこうマンションみたいなね住宅街の一室にね、そんなクレー射撃なんてできるとこがねあるわけないですよね。ここか。クレー射撃でオリンピックを目指しませんか？ここじゃない？じゃあ押してみる。こんにちは。よろしくお願いします。わ、すごいあれ銃じゃない？本物？見て、ほらこれ見て、本物のクレーじゃない？すごくない？これクレーだよ。でこれあれじゃん、実砲じゃん。わ、すごい。コードとまずいので空薬莢なんですけど。ちょっと取り直して素人発言が飛び出して競技者からの素人発言。空薬莢ってすぐ訂正が入る感じで。これ空なんですねですよね。実砲はねちゃんと別のところ保管しないといけないですからね。これ空薬莢ということで、これクレーは本物ですよね。クレーは本物。クレーってこれって素材は何でできてるんですか？焼き物、お皿と一緒で土です。クレー。目黒シューティングの代表の松村さんです。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。クレー射撃の体験ができるということで、はい、ぜひ体験しててください。いやもう入ってきた時びっくりしました。本当に住宅街の一角に本当にあるのと。そうですね。なんかマンションの一室ですよね、本当にね。隠れ家風でやってるんで。これ来るときはどんなやって来ればいいんですか？なんか予約とか。そうですね。完全予約制になっておりますので、ホームページの方から予約していただいて、で日時を選択して、日時と時間を1時間単位で選択していただいて、で、予約した時間に来ればいいっていう感じなんですか？その通りです。来るときはあれですか？なんか必要な持ち物とか道具とかって必要なんですか？もう本当に手ぶらで来ていただいて本当ですか？手ぶらで楽ですよね僕普段ねエアーライフル行くときすごい大きいキャリーバッグとね銃持って行ってるんで、それすごい楽ですよね。地下鉄で来れますしね。
今駅から来たんですけど、だいたい3分ぐらいですかね。最寄りの武蔵小山駅ですかね、からだいたい3分ぐらいで来れたので、本当に手ぶらで、本当に休日にフラッと来たりとか、まあお仕事の帰りとか合間にフラって来れる距離なのかなって思いました。アクセスいいですもんね。都心の方でね、やりやすいなと思います。じゃあ実際に体験させてもらいたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速よろしくお願いします。よろしくお願いします。クレー射撃は初めてで。はい、初めてです。わかりました。じゃあスタンダードなトラップの方からやっていきましょうか。これ今トラップとスキートって映ってたと思うんですけど、そのトラップとスキートっていうのは何が違うんですか？トラップっていうのはクレー射撃の一番スタンダードな競技になるんですけれども、1枚のクレーが射手の目の前から奥の方に飛んでいくクレーを撃破する、1枚だけを落とすというゲームなんですけど、スキートはこの2枚のクレーが左右から飛んできて、それを一度にバンバンって振り打ち落とすというようなゲームになります。ここから飛んできてピューって飛んできたのをパーンって打つのがトラップです。そうですね。でスキートはなんかこっちからなんかパーンパーンってやるやつです。お上手です。実はエアライフルやってて、隣にクレー射撃の射撃場があるので、なんか見たりはするんですけど、後々できないので、でも最初はじゃあビギナーから。はい、お願いします。こうやって選択するんですね。そうですね。全部銃で選択する。じゃあこの画面で車種の人のですね、照準のアジャストをちょっと行っていきますので、あとこの画面の銃の持ち方のレクチャーもさせていただきます。利き手って右手でいらっしゃいますか？利き目も右。利き目は左なんですよ。あ、そうなんですか。でも普段打つときはもう右で。あ、そうなんです。じゃあ右でいきましょう。ちなみに利き目ってどうやって分かるものなんですか？利き目は簡単に調べる方法があって、目の前でこの三角作っていただいて、オレンジの的をこの三角の中に捉えていただいて、左右の目でパチクリしていただくと、この手の三角の中からターゲットになっているものが消える方の目っていうのがあると思うんですけど、その消える方の目で見てるっていう場合はその利き目じゃない方になります。ああ、やっぱ嫌いですね。いつも射撃するときはここに僕目隠し板っていうのをつけてて、でも完全に左目の視界を覆った状態で右目で強制的に見るっていうのをやってるんです。そしたらもう右目だけ左目作っていただいて、右目でやっていただければ。はい、じゃあ持ち方なんですけども、右手でこちら握手するように握っていただいて、で左手はですね、この木の部分ですね、下から支えるように、このくぼんでるところに親指が入るようにしていただければ、スライドはそうですね、前後スライドはお好みでしてですが、スタンス先に更新しておられたんですけど、この白い線が基準の線になるんですけども、肩幅ぐらいに線の前に立っていただいて、右斜め前にこのまま右を、そうですね、肩幅開いたまま、ここが基本のスタンスになります。それですみません、改めて銃の方ですね、手に取っていただいて、重くないですか？重くはないです。まだどっかで射撃とかやってたの？ちょっとやったことあるかもしれない。大抵未経験の方はこの段階ですごい重いってなっちゃうんですけど、銃の狙い方はここに小生っていうこのポッチがついてるんですが、ここを使って画面上に表示されるクレーを撃破していただくという流れになるんですけども、ここを覗き込むときにすごく大事なのが目の高さになります。で、ここから伸びてくるこの平らなラインですね、直線上に右目が来るようにして銃を構える必要がございます。で、銃構えるときですね、この銃のお尻の底の部分を右肩の付け根にこうやって当てていただいて、でさらにこのライン上に右目を置くためにこの頬骨がですね、この銃のストックにべったりとこのくっつくような形でめり込ませるような、素晴らしいですね。でも目の高さはもう完璧になっているので、もうちょっと前の方に置くような、そうですね。でそうすると首がちょっとだけ前傾して、この銃は反動ないんですけれども、実際の銃は反動がバーンとあるので、それを抑え込めるようにちょっとだけ前傾姿勢になる。でも重いですね、結構。結構もう肩がパンパンですね。でもここ置いていただく分には構いませんので、要所要所置きながらやっていただければと思います。先端に機械が入っているので置くときに優しいそうですね。精密機械ですね。そうです。なんかあれですね、普段エアライフルをこの人は競技してるんですけど、その時と若干姿勢が
違うなと思いました、見てて。普段エアライフルやってる時はどんな感じ？普段はスタンスはこうなんですよ、真横で、ここに腰に乗せるんですよ、普段。でこうやって覗くって感じです。でクレー射撃はスタンスは斜めで持って、結構肩しっかりつけて、でこうやって覗く感じだね。ああ、じゃあクレー射撃の方が重心がちょっと前にある感じ。前だし、やっぱきついね、肩とかパンパンだもん。筋肉で支えてる感じ。まあそうだね。結構頑張って抑えてる。俺が下手なのかもしれないけど。今のでちょっと大体構えが OK だと思うので、次実際にしっかり構えた上で、そこの真ん中の的をですね狙って引き金を引いてみてください。今度画面の右下に同じように的が出ますので、今度左上です。今画面上に青いサークルが表示されたんですけれども、あれがこの銃の着弾点ということに今設定されました。今青く映ってるのが着弾点、銃の弾がいった後の場所、当たる場所になる感じですね。でこのスクリーン上の青い着弾点と、実際銃構えていただいた時のこっちの小生ですね、でそれがしっかり重なっているかどうか確認していただいて、ここでずれてる場合はリトライボタンからやり直してみますし、大丈夫そうだったら決定ボタンで実際のゲームを始めてみましょう。じゃあ小生小問だから。ちょっと詳しく解説に小生って小生は、照らすに星って書いて、フロントサイトっていうんだけど、銃のね先っぽがねちょっと出っ張ってるんだよ。ちょっとポチって出てるじゃん。これがクレーの散弾銃のあれね、フロントサイトだね。俺がいつも撃っているエアライフルはさ、ポケットモンスターモンスターボールみたいなやつじゃん。はいじゃなくてすごくシンプルな小生だね。本当だ、ボタンみたいなこっちがついてる感じかな。こっちのリアの消耗はない。なんかあるじゃん、射撃は。射撃ってエアライフルはさ覗くところがあるんだけど、そういうのない。覗いた時に見えるのがそのポッチ、主に。これ舞台どこですか？エアーズロックっぽい。エアーズロックすごいね、なんか海外に観光来て射撃しに来てるみたいな。そしたら今この画面のセンターに白い白線が見えてると思うんですけど、あそこからクレーが発射されるよっていう目印ありますので、構えるときは白線よりちょっと上ぐらいにですね照準を当てておいていただいて、心の準備ができましたら「はーい」とかですね「ポー」ってコールをしていただくと、こちらで1枚ずつクレーを飛ばしますので、クレーが飛んだら照準でクレーを追いかけていただいて、クレーに追いついた瞬間に引き金を引いて撃破するという流れになります。あーとか言ってるわ。射撃場でいつもあーって言って、したら飛んでくる。じゃあやります。あー当たった。音出します。あ、すいません、お願いします。ちなみに今のって当たったんですか？今バッチリ当たりました。あ、そうなんだ。当たるんだ。射撃上手だね。じゃあ行きます。あー。こんな当たるもんなんですか？素晴らしい。外れた。2発まで打てます。はい。難しいな。今ピンクに、なったら当たったってことです。そうですね、プレーが。左むずい。やっぱ横にずれるとすごい難しいです。横移動の方がむずい。横は難しい。今ですね、オレンジのクレーが画面の手前から、競技者の後ろかな、手前から出てきて、それを打つっていった感じになってます。横はむずい。弾2発まである。1発目外しちゃってももう1発なんか意外としっかり待って打った方が当たるかもしれないですね。なるほど。出てきてすぐ焦って打つんじゃなくて、し
しっかり待って打つってこと。ああ、コツつかんだ。あれやっぱね、肩がすごい疲れる。張るってかもう痛い、パンパン。ああ、難しい。ああ、難しい。あ、これ2発パンパンって打っていいんですか？そうです。あ、そうなんだ。ああ、難しい。こうやって本物のクレーのやつも2発撃てるんですか？打てます。普段この人が競技しているエアーライフルは弾を1発撃ったらもう1回装填しないと基本的には撃てないんですけど、このクレーは2発装填できるから1発外してももう1発装填しないでそのまま撃つことができるっていう感じですかね。ああ、お疲れ様でした。これってどうなんですか？これスコア17っていうのは25発中17発当たったっていうことですか？そうですね。もう現実世界でこれできたらもう超上手い人だと。いやでもやっぱ難しいよ。大体初めての方って25分のどのくらいスコアが出るんですか？20発ぐらい当たるとすごくうまいですねっていう形で、標準よりお上手な方だと思います。やっぱでもね、こう横に揺られると照準合わせるの難しいよね。普段止まってる的しか打たないから、なんかまっすぐだったらなんとなく自分の普段の射撃の延長で打てるけど、左右に振られるとやっぱ難しいね、合わせるの。動く的はね難しい。左側のトラップ、スタンスは真横というか、ちょっと斜めになる。私の方を見てほしいんですけど、こうよりかはこういう感じ。あ、そうですね。普段のエアーライフルがこうで、クレーがこう。もうちょっと右足を前に出すような。あ、そんな感じなんだ。俺そうですね。引いてた。本当に、斜めです。普段競技やられてるんでしたっけ？彼は高校だけビームライフルをやって10年来です。でもそこの見方つけていただいて、で肘がですね、クレーの場合は正面から見てちょっとハの字になるような、この閉じすぎたり開きすぎたりしないで、ちょっと自然な流れ、自然に開くぐらいの。左手はこう、左手も真下から支えるというか、ちょっと添えるような感じで、この頬骨をですね、ここのグリップにグッとベタリとくっつけて、でもうちょっと前の方ですね、前の方につけていただいて。で首が結構右に傾きがちになっちゃうんで、なるべく傾けないように頭はまっすぐのままでちょっと顎引いて、で見るとき右目ですね、左目をつむって右目で見ていただいて、もうちょいですね、目線がめちゃくちゃ左肩がねパンパンなんですよ。いや、肩めっちゃ力入ってる。三角筋がもうねすでにパンパンなんですよ。難しいよね。わかる。エアーライフルとかビームライフルは最悪肘に乗っけるから左手は楽なんですけど、ちょっと左辛い場合は右手でもっとこの肩にグーって引き寄せちゃう、引きつけて、ここでがっちり固定しちゃう。そうですね、ちょっと上に置いてあげてもいいかもしれないです。高さはバッチリです。もうちょっと顎を前の方に、顎というか頬を前の方に置いていただいて、それで真ん中を狙っていただいて、右下のすでにきつい。シミュレーターだからずっと連続で持ってるんですけど、実際はこの一発打ったら他の人が打ち終わるまで待ったりする、結構インターバル時間があるんで。肩に担いでますよね、15って。そう、担ぐは本当は絶対良くない。で、持って準備ができたら、コールを、はい、でもほう。ほう。2発撃てるらしい。2発撃つ元気がないんでちょっと休み休みで。そうですね、一発撃ったら置いてインターバルを沿ってってしないと肩がパンパンになって銃が持てなくなります。ほう。やっぱ難しいですねこれ難しいよね。ほう。撃つ勇気が出ない。躊躇してる間にクレーが遠くに飛んでいってしまう感じが。ほう。ほ
やっぱ横に動くとむずいっすねこれ。難しい。おー、縦はそうでもないんですけど、明日筋肉痛ですよね。おー、ナイスショッおー、ト。うまいね。結構やってたな。ちょっと少しだけかじってたかな。おー、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 うまい。集中すると当たりますねやっぱ。おー、おー、おー、ちょっと当たりすぎると絵にならない。うまいね。スタンスはね。おー、あれ？クレーシャキやってほんやってたらやばいんだよな。おー、おー、ちょっと今集中があれでしたね。おー、一発外しても集中を切らさずにしっかりと当てにいけば当たるかな。なんか言ってますね。おー、おー、おー、ラスト。おー、いやすごいね。でも左に振れるのが難しいよね。そうね、なんかまっすぐというより全然左が難しい。右もまだなんか追いかけれる感じあるんだけど、左はなんか体のあれに逆らう感じがあるっていうか感覚に。お疲れ様でした。そうです。どうでした？もうね、左のここ三角筋がもうパンパンなんだけど、ただ最初の方はなんかよくどう照準合わせればいいかわかんない感じだった。照準合わせるっていうかどう狙っていけばいいか、銃の軌道をどう、銃口の向きをどう向けていくか、専門家どういうあれですか？いやいいと思うよ。かっていうのがいまいちこう定まらない感じだったけど、何発か撃っていく中でなんか最初銃口をこう下に向けといて、で出てきてちょっと置いてからクレーを追いかけていってみたいなルーティーンがこうだんだんできてきたから、それでコツをつかんできた感じはあったかな。お疲れ様。ああああおー。